これは山中も喋るの？俺も喋る。喋んだ。入ってくる可能性ある。いつもの記天の声。念すべき声が出ましたのかい。そう。It's been some time now. Here's to moments time can age. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Welcome back everybody. ダウンタイムへようこそ。今日は8年前、出てくれたゲストもう一人来てくれました。Everybody welcome Hollow Suns baby. Let's go. What's up? よろしくお願いします。お願いします。Bones 来てくれてありがとう。ボンちゃんです。めちゃくちゃ忙しい。てかなんならアメリカから帰ってきたばっかりの。そうね。ほかほかね。ね、ちょっとねいろいろ聞きたいんだけど、ハローサンズの今のね現在進行形のターニングポイントになっている今、作品が Other Side だと思ってるの。そうですね。アザーサイドだね。作曲まだ1曲2曲ある程度できて、じゃあリリックやろうか。リリックがゼロの状態で行った時に、正直心配なわけよこっちはさ。そのなんかこうどういうテンション感で行こうかなみたいな。そうね。で行ってみたらめちゃくちゃポジティブだったから、あの時のプロセスというかこのボーンズの頭の中で、どういう感じであのアルバムは書いてたの？その一個前の作品、Into the Water EP っていうのがあって、そう Into the Water の前まではね、割とだいぶ俺は焦ってて、バンドを大きくしたいとか周りに遅れを取りたくないみたいな気持ちがもう前に出過ぎちゃってて、もうこう受ける曲を書かなきゃいけないとか、そのバンドが大きくなるためにみたいなこう邪念がかなり強くて、そのどう自分がこうあるべきかっていうことばっかり考えてて、だから人の目気にしすぎみたいなところがあったんだよね。だからそれがねすごくなんかその前の作品まではすごくあって、でもなんか今だから言えるんだけど、その時実はこうお話しさせてもらってた大きいレーベルっていうかレコード会社さんがあって、でそれに向けてなんか10曲書いてきてくださいみたいな言われて、で俺ももうやる気満々だからもう肩ギュンギュンに回して、だからなんちゅうの、だから分かりました10曲でも20曲でも30曲でも書きますよみたいな感じで言ってたんだよ。で俺の中ではなんかこうなんていうの、その時ケンにも言ったかな、全人類対応型の曲を書いたつもりだったんだよ。そうね、話しましたね。いいキーワードだね。そう全人類もう言ってた。もうこれだったらもうウルトラキャッチーだろうみたいな時に書いたんだよ。それを書いたのがその時に入ってたのが Believe In なんだけど、今もねライブではすごい大切な曲になってるけど、だからもうでそれをねレコード会社の人に聞かしたんだけど、ちょっと地味すぎるねっていう話になって、もうこれでその時はすごいショックだったんだけど、なんかレコード会社の人たちはさもうリアルに数字と戦ってるからさ、なんていうの、やりたいことやるべきことやれることやれないことっていうこととさ日常的に戦ってて、だからその人たちの意見っていうのはもう俺も真摯に受け止めて、でも俺の中ではもう要は全人類対応型の曲を書いたつもりだったから、もうこれでダメなんだみたいな、これでここまでもうかすりもしねえんだみたいになっちゃって、なんか俺って何気にしてたんだろうみたいな気持ちになって、それでもう 100% やりたいことやろっかなっていう気持ちで書いたのが Into the Water だったのね。Into the Water EP だったの。その作品はなんかジャケットも自分でこうデザインっていうか一緒にやってくれるカメラマンを捕まえて作ったりとか、あとロゴをねタイトルファイトのシェーンが作ってくれたりとか、そこまでの自分でできること、そのどの作品もそこまでそうだったんだけど、なんていうかこうもうとにかく必死でこう協力してくれる人を探しながら、
そのできる限りもう常にベストを尽くしてやってたんだけど、でまあその作品が出たタイミングぐらいで、まあ、俺の運命を変えたですね、人がいて、はいはい。まあ、ウィル・イップっていうそのアザーサイドをプロデュースしてくれたプロデューサウィル・イップストーリー聞きたいね。そうまあちょっといっぱいあるからウィリップのそうそうそうね。この3種類を実際に食べてもらうんですけど、全然これ黒いやつ。すごい。先月ポーランドとリトアニアに行ったんですよ。で、まあ、ちょっとまだ暖かい時期だったので、ポーランドリトアニアの夏の風物詩的なスープがあって、ビーツとヨーグルトとディルを使っためっちゃピンクいスープがあって、それがめっちゃうまかったんですよ。うまそううまそう。でよくよく考えたらこれはビールに落とし込めるなと思って、そっち合わせに行く。でもその2019年明けて2020年入ってさあやるぞって時にコロナになっちゃったんだよ。ですよね。そう、パンデミックになっちゃったんだよね。覚えてる。だからその時にはまだその原曲となる、まあある程度の曲数で、まあもちろんねそれが最終形ではなかったけれども、結局そのこっちで書いとく曲数っていうのはある程度あって、そこからリリック行こうみたいなんで呼ばれて、そうだね、書こうって言われた流れ、で覚えてんのがそのこうリリックやってる時ってさ、ボーンズとリリックやる時ってそのボーンズの事務所とかでやってたけど、そのなんだろう、行けんの行くのみたいな、大丈夫なのみたいな話をしながらさ、このアルバムどうなっちゃうのみたいなのを、その考えながら撮ってたイメージなの。でもちろんさ仕事してるというかリリックやってる時はもちろん前向きにやってたけど、やばいなって思った時ってなかった？それはネガティブにやばいなってこと？そう、これはさすがにそのもちろんアルバムっていうのはいいものはできてるし、あるんだけど、ここまで約束されたものが誰のせいでもないものでさ、崩れるわけじゃない。そのいかないっていう可能性もあるし、もうあれもできないとかさ、そういう場面もあった。不安か。不安ね。まあとりあえずコロナになった時はもうマジで破れかぶれになっちゃって、もうとりあえずまずもう外国行くどころか家から出れねえみたいな。そうだね。もうだから本当にもう今日から外出禁止ですみたいな日あったと思うけど、もうその時はもう本当にもう動けないみたいな、もうなんていうか、もうホローサンズももう要はイントゥザウォーター出した後からもう要は手詰まりみたいな、もう状態で、もうこっからどうやってバンド上がっていけばいいんだみたいな、それはなんか有名になりたいとかっていうことよりも、なんかこうどうこうアートとしてレベルを上げていけばいいんだって時に、それをもうマジで一個のこう望みみたいなのがウィルとのレコーディングだったから、もうこれ人生の全てをかけてやるしかないなみたいないう気持ちで俺は取り組んでて、まあコロナになる前ぐらいにはもう半年くらい時間があったから、その曲をその時はねちょっとスタイルを変えて半分ぐらいまで書くみたいな。そのアルバム全体を、それともそのなんていうの、アイディア出して、イントロから1サビ終わりぐらいまでは書こうみたいな。なるほどね。そうそうっていうのを15、6曲分作ったみたいな感じだったのね。なんでかっていうと、まあそのアルバムはもうバンドのメンバーも 100% 納得した形で仕上げたかったから、もうやっぱりああだったこうだったみたいなのはもう絶対なしにしたいみたいな。だからもう半分まで作って言いたいことあるんだったら今のうちに言ってねっていう形にしてたんだよね。で意見をぶつけ合うんだったらここからにしようぜみたいな。で俺はできることをとにかくやるからっていう形だったんだよ。でまあ半年かけて、まあ、ほぼアルバムの全容見えてみたいな。あとはもうその選んだ十何曲をその15、6曲の中からさらに絞って12ぐらいにしたのかな。だからもうこれを頭からイントロからアウトロまで全部仕上げていざアメリカっていうとこだったんだよね。でももうその要は
半分しかできてない15、6曲の状態でコロナが来ちゃったから、はいはい、なんていうのもでもう本当にもうマジで世界どうなるか分かんないみたいな、ね、もうこのまま本当映画みたいな世界になっちゃうんじゃないのかみたいな、もうマジで本気でそう思ってたから、もう本当破れかぶれっていうか、でもバンドなんてもう二度とできないんじゃないのかみたいな。そもそもね、国内でもね、そう、もうだから人が集まることが禁止なんだったらもうバンドできねえじゃんみたいな、思って、もう本当マジに3日間ぐらいはね、もう本当にね、飯も喉を通らないみたいな、もうそんなに、それはなるよね、もう絶望みたいな、んでね、なんかね、なんでかよく分かんないんだけど、まあこれ打足なんだけど、よし、じゃあもう人と音楽はできないんだったら一人で音楽をやる道を選ぼうって言って、俺はその時にビートメーカーになるんだよそうだ、その時ね。そうなんだよ。これマジ真顔で、そうだ真顔で、もうバンドはできない、一生できないみたいな、もうだからもうバンドやってた今までの人生はもう全て捨てて、もうついにヒップホップをやろうって思ってその意気込みだったの、そうやばいね。そうだわ。だからもうビルトのレコーディングももうどうせできねえわこれみたいな、だからそっから真顔でビートメーカーになって、ほんでね、マジで200個ぐらいビート作ったんだよね。すごいね。そう本当にやってたよね。そう覚えてる。本当に1日1個作るって決めて、それを1個できたら、これもまた変な話なんだけど、毎日オータスのギターの辰信に送って褒めてもらうっていうルーティーンをまあそうやって俺のこと絶対ディスらない後輩に送って褒めさせるっていうルーティーンをマジで200回ぐらいやってて、本当に真顔で、ありがたいね。真顔ででもね、でやってて本当に100個とか200個とか作って、まあ、後に本当にヒップホップの作品も何曲か出すんだけど、まあね、それが実は良かったのは、まずロジックを使うなんていうのスキルが上がって、ものすごく早くいじれるようになったの。ショートカットとかをめちゃくちゃ覚えたりとか、まあ、ミディの仕組みとかをしっかり覚えたりとかして、今までできなかったことができるようになったの。それともう一個すごく大きかったのは、初めて真剣に鍵盤を弾くようになって、今までこう楽器は全て弦楽器、まあ、ベースかギターで作ってたんだけど、初めてこう鍵盤を触るようになって、なんかコードの仕組みがすごく、ギターを触ってた時よりも明確に分かるようになったっていうか、なるほど。コードプログレッションとか、あとコード一個一個の仕組み、それをなんかこう YouTube とかを見ながらすごく勉強して、自分なりに、そんなにこうミュージックセオリーがしっかり頭に入ってるわけじゃないけど、今までやってたことって鍵盤に落とすとこうなんだみたいな、一個しか動いてないじゃんとか、ルートってここから動いてないけど、これギターでやったらこうだみたいな、それすごく音楽に対して彫りが深くなって、それがすごく良かったの、俺にとっては。でまたなんかマジックモーメントみたいなのがあって、なんかこう今までヒップホップとロックはもう俺は分けて考えてて、別のものみたいな考えてたんだけど、こうやって鍵盤に落とすと全部一緒じゃんみたいな、間がないみたいな風になって、一個でいいんだみたいな、すごいジェダイモーメントがあって、やべえみたいな気がついたみたいになって、悟ったぜみたいな、マジで悟ったみたいになって、それがすごく俺にとって大きくて、じゃあもうビビんないで、俺こう混ぜちゃえみたいな、でなんかそこでピカーンってなって、なぜかロックのやる気も戻ってきたんだよ。なるほど。それをやったからこそ、そこに気づきがあって戻ってきたんだ。マジで、まあその当時いろんな人に、そのヒップホップにうつつを抜かすなみたいなことをたまに説教されたりしたんだけどいや違うんだって、違うと、いや真顔でいやこれは間が
違うと思うじゃないですか、同じなんですよって説明してもまあまあ何言ってんだこいつになるじゃん自分の中で俺はそっちあるからね側にいたね。後から見てそっそうそう、ち側にいた。でもだからなんていうの、あえてスクリューしたボーカル入れたりとか、まあなんかオートチューン入れてみたりとか、今までそんなことしたらなんかダセえなと思ってたんだけど、もうやってみちゃおうかなみたいな、どうせもうこの世の終わりみたいな、外の世界はさもうこの世の終わりなわけじゃん、だって人もいないしさどうなるか分かんどうないしね。なるか分かんねえしさ、だからもう二度とバンドなんかできねえかもしれないし、誰に気を使って音楽やるんだみたいになっちゃって、それでねだからそこですげえドライブして、なんていうの、だから一気にねコロナの間にアザーサイドの原型を書き上げたんだよね。なるほど。そうそうそう、結構そのババって書いたんじゃなくて、ちゃんとそこにはね修行が混ざってるね。ねいや本当にね、だからいやなんか不思議な瞬間っていうかね、ああなるほどねみたいな、なんかこう気づきがすげえあったんだよね。ね、リリックやっててもね、そのビートの時間とかもあったしね、その今日の一曲が終わった後に俺こういうビート作ってんだけどさみたいなのもあってさ、そう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 、あすごい。てか俺一緒にやった時にも言ってたけど、あれみんなこの時にさ、例えば音楽をやらなかったりっていうのが、とか一個に絞ってるなんならっていうの中で新しいジャンルなんか2つやってるみたいな感じだったから、そうだね、すごいコロナの中で新しいものを見つけたんだなって多分話したと思うけど、あの時も、だからこそああいう作品ができたんだろうし、びっくりした。多分その曲を聴いてリリックやる前もじゃあこういう曲だからって流すじゃん、聞いたことないハローサウンドだったから、なんかこれってすごいさっきも言ってたけど聞きやすいハローサウンドがそこにあって、前よりもその渋い部分のハローサウンズもあるんだけど、ちゃんとこうこれって例えばジョン・メイヤーっぽいとか、なんかこうメインストリームな音楽もすごいポップスが入ってるメロディーラインだったりとか、構成すっげえ分かりやすい構成とかになってたから、コロナに書いたアルバムこれと思ったんだよね。トゲトゲしてなくて逆になんかそういうオールラウンドないい意味でアルバムだったから、そうだね、すごい経験だった。なんかまああと当時2018-19ぐらいってもうヒップホップもまあモダンヒップホップの一番面白い時期っていうか、まあ頂点を迎えてた時期で、まあトラビス・スコットのアストロワールドと、あとエイサップ・ロッキーのなんだっけテスティングが出た時期で、まあ俺はマジでロック1秒も聴いてなかった。もう2018-19は本当に1秒も聴いてなかった。本当にもう俺それに夢中になっちゃって、もうてかもうロックのオルタナティブよりもヒップホップのオルタナティブの方が真のオルタナじゃんみたいな風に思って、だからもうこっちの音楽の方が新しいって俺は本気で思ってて、だからもう本当にロックのバンドにいたけどマジでヒップホップしか聴いてなくて、まあだから周りはかなり頭おかしいやつって思ってたよね、かなり。いやかなり本当メンバーにも言われた、もうロック聴いてくださいとか真顔で言われてバンドなんでいやまあ当時のメンバーとか特にそう言ってたからだからいやもう俺も力説すんのよこうやって、もう今ケンに言ったみたいに、いやお前聞けと、もちろんお前今ちょっとお前の好きなバンド聞かしてみろみたいな、全部一緒じゃねえかみたいな、なんかのもう全部なんかのもうその延長線上にあるもうほんとご近所様ばっかりで、いやお前トラビス・スコット聞けもうめちゃくちゃ新しいじゃねえかみたいなのもで、しかもさもうロックとかも飲み込んじゃってるじゃん、もう要は。ロックとかまああとまあフランク・オーシャンとかもさ、もう超えちゃってるじゃん、もうそのヒップホップとかロックとか R&B とかフォークとかもう全てを飲み込んでる状態で新しいアウトプットをしてて、もうそれでしかもこう自分の感情をこう込めてさ歌って、もう自分のパーソナルなこととかもさらけ出して、だからそれがマジそれこそ真のオルタナでしょみたいな風に俺は思ってたんだよね、当時はね。Other Side っていうアルバムができて、で結局レコーディングも海外っていう新しい体験をした中で、今度は活動も今年になってこう海外に行くようになったハローサウンズ。そうっすね。初めての
ツアー、バンド側で何かこう知っとけばよかったなってのなんかある？知っとけばよかった、なんかアメリカの場合はなんかまあ俺の感覚だけど、まず会場のお金がかかんなかったりするパターンもあるし、ハウスショーとか、あと機材、そうだね、機材は基本全持ち込みだから、俺らはリービングタイムの機材借りてたけど、もうだからリアルに延長コードないとかタップ問題ね。タッそうプ問題っていけんだよ。なるほどね。そういうなんか日本で当たり前だったこと全部当たり前じゃなくなるから、それはだからね、そっか、準備していくものをちゃんと管理しなきゃいけない。あとマジで入りの時間とか誰も教えてくんないからどうやってじゃあショーの時間わかる？だからフライヤーに書いてあるからねお客さんが知ってる時間は知ってるけど、みんなどのタイミングで入ってくんの？適当なんか今日6時ぐらいに行けばいいっしょみたいなでも行ったらぶちかまさないといけないからさ。そうだねだから入ってだからもう必死にこう情報を集めるっていうか今日はどんな箱なんだみたいな、電源どこにあってどのタイミングでセッティングしなきゃいけないんだとか、物販どこに出せるんだとか、そこに行って初めて知るんだ。日本だとさこちらですってなるわけじゃん全部、そんなこと一切ないからさ、すげえ全部オンリスクだから、それはだからやっぱ刺激的だよね。なんかどうサバイバルすんだ今日みたいな、だからそれはめっちゃ鍛えられた。だからなんか日本でなんか今日リハなかったんでいい音じゃなかったっすねみたいなのとかマジで通用しないしそうだよね、通用しないっていうか、その自分の物販の売り上げに跳ね返ってきてもう自らの金がなくなるから、だからもうマジでもう全員必死だよね。もうとにかくいいライブやろうみたいな、一発勝負だしね。一発勝負だし、その時のツアーだったのはバッファローで、もうなんか割と直前まで決まんなくて急遽特貫で組んでくれたショーみたいなのあったけど、もう本当になんていうの、もうあばらや、もう本気でハウスショーでもう本当トレインスポッティングレベルで切ったねもう本当ここでやんのみたいな。そのハウスオーナーは白人の人だったけど、もうパンチ効きすぎてて、もうとりあえず裸に裸にレザーのベストみたいなでラットテールみたいな、わー仕上がってんね。で彼女って紹介されるんだけど、もう胸ここまで出てるパンクのもう姉ちゃんなんだかおばちゃんなんだか分かんないような人で、もう半端ねえみたいな、うわーみたいな、今日はこういう感じだから物販は全部バンの荷台でやるけど必ずバンに一人いるようにしようみたいな。なるほど。でも遠くでパーンとか聞こえるわけ。わー、そういう感じだからさ、日本だとあんま遠く行くなとかリアルに言われるわけ。もう見える範囲で絶対いろみたいな。そこでショーすんの？したんだよね。すごいできるんだね。できるんだねって思うし、物販売れるんすよおーマジで売れるんすよ。そんな日さもう何にも起こんないと思うじゃん、なんかそのツアーはね毎日 Vlog 俺が作ってあげてたから、バッファローの日の映像とかもあるけど、なんか本当にわらわら人来るし、文化あんだねちゃんとね、そこにね。いや半端ない、もう本当びっくりした。アメリカにその憧れを持つバンドってたくさんいると思うんだよね、その活動の中だったり、レコーディングもそうだし、活動もそうだけど、実際にリアルに両方とも経験して、これからも多分たくさん経験すると思うんだけど、経験してきてる人としてなんだろうな、その本当のリアルを伝えるとしたら、こうみんななんかこうイメージのアメリカのツアーみたいなとこもあると思うけど、なんかこう伝えるとしたら何だと思う？とりあえず日本のバンド通用するから、やっぱアニメとかそういう漫画とかそういう文化が長い年月をかけてその西洋の文化に浸透することによって、日本人っていうものの格が上がってる感じはするね。例えばなんか例えば FC5 の時代とかあの時代ってやっぱりよく聞いてたのは、もうアメリカの人はアメリカ以外のバンドには興味ないよみたいな、もうだからもう誰も見てくれないみたいな、そういう話をすごい俺は聞いてたから、きっとそうなんだろうな、厳しいだろうなと思ってたんだけど、
なんかこうすごくポジティブな目で見てくれるから、あとはバンド次第、本当に。ただ言えるのは通用するよと。通用する。なんか重い。それはなんかすごいいいあれだね。それはマジで通用する。ちゃんとウェイがあるね、その人。それをなんかこう通用しないからいろいろこうみんな考えたりするっていうイメージなんだけど、実際に行った人としてはいけると。そうだね、まあ一番タフなのはその要は結局ブッキングしたりとか、コミュニティにちゃんと入るってこと、その入り口をちゃんと自分なりに探し出して、そのコミュニティの中に溶け込んで、その各ローカルのシーンに割って入れるような、ポジションを自分で作ること。なるほど。それが一番重要。ボーンズが思う音楽と、これはどう捉えるか任せるけど、カルチャーっての大事さって何だと思う？音楽っていうものがあるとして、そのカルチャー、そこについてるカルチャーってあるじゃない、それぞれの色があるカルチャーの大事さ。なんか最近すごく強く思ってることは、結局音楽は何のためにあるかっていうと、人と人とのコミュニケーションの方法だから、その結局その、曲を作る、曲のなんていうの、作曲にしてもそうだし、プレイにしてもそうだし、ステージングにしてもそうだし、そのステージ音楽と関係ないとこにしてもそうなんだけど、結局音楽自体はコミュニケーションの方法だから、それをやっぱり無視しないっていうことかな。だからその常に相手のことを考えて作る、でもそれは結局相手にすり寄るとか気に入られようとするってことじゃなくて、自分をどうプレゼンテーションするかっていうことだと思うから、それがアートだと思うから、そのコミュニケーションであるっていう前提を常に心に持ってた方が俺はいいと思う。なるほど、それがカルチャーだと。そうだね。でそっから生まれるコミュニケーションこそカルチャーなんで、そうそうそう。だからなるほどね、最後に聞きたいんだけど、この先ハオさんズはどうしたい？大きい質問、大きい質問、大きいことだからこそ聞きたい。どうかな。まあ1秒でも長くバンドやるってことじゃん。おお、集約してるね。それがクールじゃん。かっこいい。ずっとやり続けることが。そうっすね。まあ他になんか楽しいことあるみたいな気もするしいつも言うよね、ボンソラね。結構こうなんだろう、バンドとかの話とか、俺がさその前の仕事とかで相談した時にさ言って、よくバンドやってるよなボンって言うと、これ以外楽しいことがさみたいな結構カジュアルに言うけど、深いなって毎回思うんだよね。いやだってさ、やっぱ俺普通にへいへいボンボンと生きてて、やっぱまあ俺ウィルと最後にバイバイっていう時やっぱもう号泣するしさ、号泣したしさ、もうさっき言ったドライアウトのプレイバックの話じゃないけどさ、震えるぐらい感動すんだよね、やべえみたいな、もうあとライブ見た時とかももう頭から煙出るぐらい興奮するわけじゃん。もう、これはやばいみたいなとか、まああともうハードコアのライブとかよくあるけど、なんでそうなっちゃうんすかみたいななんすかこれみたいな今逆さまに落ちましたよねあの人すごい高さからみたいな。いや音楽にもこう侵されてるよね、もう完全に。いやっていうかだから全てのこのやっぱとんでもねえもの見たいじゃん、なんか目の前で、今全然人いないのに外音のスピーカーから飛びましたよねみたいなのとかあるよね、そういう瞬間ね。いやだからさ蒸気してんじゃん、でももうぶち上がりたいじゃん基本。間違いない。そうだから結局僕はぶち上がりたいだけなんで、ぶち上がりジャンキーだからさ、もうなんかなんつうのかな、それはあるよね。だからそうさせてくれるのがミュージックだってことだよね。まあそうだね結局ね。本当それに尽きる。それに尽きるよな感じだね本当に。まあアザーサイドって俺がつけた理由は向こう側って意味だけど、まあそれなんていうの、サンズの川イメージしてつけたんだけど、
まあね俺の先輩がよく言うんだよ、振り切れって言うんだよ。振り切ってるか振り切ってないかなんだよ、基本は。はいはい。ブチ切れてもう本当に我を忘れて、もう目の奥でわかんじゃん振り切ってるやつって。もうなんか、半端ねえみたいな、もうブチ切れてるこの人みたいな、もうでもそれがさやっぱこう来るものあるじゃん、もちろんエモーショナルで、もうめちゃくちゃ怒ってんなこの人みたいな何がそんなに気に食わないのみたいなでもこうするじゃんやっぱり本気でやってる人って。だから結局全てはそれなんですよね、と思います。だからこれからも振り切っていきたいと思います振り切っていってください。これからもね、応援してます。お願いします。今日のゲストはハオサンズのボーンズでした。 Everybody Thank you. See you guys next time. 聞いちゃうの、だからダウンタイムやってるんですけど、聞きたいことが多いからね。言いたいことあったら言っていいよ。もうケンと喋ってると楽しいからねやろう。それは嬉しい、それは嬉しい本当に。ケンわけわかんねえからさ楽しいんだ